じめまして、こんにちは。筑波大学物理情報研究室の鹿野豊と申します。本研究室は2023年10月にできたばかりの新しい研究室です。学部では情報学群情報科学類、大学院ではシステム情報工学研究群情報理工学位プログラムを担当しております。さらには右下のロゴにありますように、人工知能科学センター量子システム情報分野にも所属しております。まず、本研究室を紹介する前に、物理情報システム研究室の研究室主催者である鹿野の自己紹介をさせていただきたいと思います。私、鹿野は学部、大学院修士課程、博士課程および半年間にわたるポスドク生活に至るまで、東京工業大学に在籍しておりました。研究室も理学部物理学科の時に入った宇宙物理学理論研究室というところの出身です。博士課程の間に MIT の機械工学科に留学しておりました。その後、自然科学研究機構分子科学研究所、東京大学先端科学技術研究センター、慶應義塾大学量子コンピューティングセンターで特任准教授を務めさせていただいた後、群馬大学大学院理工学部理工学基盤部門というところで准教授を務め、主に学部1年生向けの物理学の基礎教育を実施してまいりました。そして2023年10月より筑波大学に着任しました。研究テーマの編成に関しては、下にも書いてあるのが主なものでありますが、私の研究テーマは、どこまで自然現象は測定可能なのだろうかということの疑問を基軸にしながら、理論的な立場で研究を行ってまいりました。主に研究してきた研究分野といえば、量子論の基礎、量子情報科学、量子エレクトロニクスといった分野でありまして、近年、応用的な側面が非常に注目されている研究分野でありますが、その基礎付けとなるような研究を国立研究機関や大学で行ってまいりました。最近ではネットワーク研究運用をインターネット黎明期から行ってきたワイドプロジェクトにも参画し、自国同期の研究を始めたり、品質工学といった工学的な観点からの研究も始めております。総じて言いますと、興味の赴くままに研究を行ってきたということであります。また、博士課程直後から研究室を主催させていただく形になった自然科学研究機構分子科学研究所では、さまざまな研究の分野の方に研究所に集まっていただき、議論しながら研究を行ってまいりました。博士研究員としては、量子力学の哲学、熱力学の幾何学に関する研究を行っていただき、今でもアカデミアの世界で活躍されておられます。さらには、慶應義塾大学においては、電子状態計算のための量子科学計算アルゴリズムの開発、量子計算機と量子乱数生成の関係に関して一緒に勉強しながら研究を進めていきたいという形です。また、数ヶ月から多くても半年いかないかいかないくらいのインターンシップの学生さんを多く受け入れ、このスライドにありますように、それぞれ査読付き研究論文として研究成果を上げていっていただいているところです。また、それらの学生さんたちの一部も現在、
世界各地のアカデミアで活躍しているという状況です。また研究活動以外に関しても、大学の授業ではないところでの教育活動にも大学院生の頃から関わってきた経緯があり、高校生を対象した出前授業のようなものがあれば、小中学生に対して授業を行ったり、一緒にワークショップを開きながら、学びを日常化するというコンセプトのもと、普段歯を磨くように意識をしなくても学べるような環境づくりにも注力しているところです。もしこのような活動にご興味があればお声掛けください。さらには大学を卒業して社会に出ていらっしゃる方へのアウトリーチ活動も積極的に行っております。ウェブサイト上にアンケートにおけるインタビューやウェブメディアへの出演などを行っており、これらは物理情報システム研究室のホームページのアウトリーチ欄にまとめられているようになっておりますので、もしご興味があればご覧ください。研究活動等でどのようなことを意識して研究しているのかということは、日常生活、ウェブ上に出ているものだけではわからないことも多いかと思いますが、私自身の考え方をこのような活動を通じて残しているところです。さて、筑波大学では研究室の名前を物理情報システム研究室とさせていただきました。この研究室の名前を見ただけでは一見何の研究をしているのか分かりづらいと思いますが、名付けた思いについてこれから説明をさせていただきたいと思います。まず、私自身の心の拠り所は物理学にあります。物理学は当たり前だと思われるボールが木から落ちるという現象などを運動の法則に基づいた重力によって生じるものだというふうに説明し、それを月が地球の周りを回っていることが同じ法則によって理解できるということ。つまり、物の断りに対して普段の観測より、正確に言えば実験データをよりどころにしつつ解明していく学問だと思われます。一方、私が現在所属している情報という学問は非常に捉えにくい形の学問ですが、皆さんのイメージでは人間の処理しているもの割れるものも情報ですし、コンピューターが処理しているのも情報だと思われると思います。つまり、ものではなく、事の断りを明らかにする学問であると言い換えることができるでしょう。そして、物と事は密接に関わっており、何かでデータを取るためには物理学の法則によって支配された物質の世界に依存してしまうはず。ですので、物と事は密接に関わっているのだと思います。これらの代表的な研究事例においては、1970年前後に熱の発生しない計算機を考えてきたことから、科学計算のような発想が起こり、それは熱力学の法則、これは物理の法則ですが、と関係して議論されるようになってきました。それらの研究議論をもとにして、1985年、イギリス人理論物理学者のデイビッド・ドイツ博士が量子コンピューターのアイデアを想起することにつながりました。そして、これらを実現させているために考えなくてはならないのがシステムという学問分野です。物理学はものをなるべくシンプルにして考えようとという発想に基づいていることから、現在のような複雑な種類のものが入り混じっている世界に対する現象を
一度に取り扱うことは非常に難しいと思われてきました。しかし、実際には様々なものが関与それらがシステムとなって動作していることは、人間の脳の働きなどを勉強するとよくわかりますし、皆さんが普段使われているコンピューターなどは、システムとして動作させなければ、自分自身の思い通りの出力を出すことすらできません。そのため、コンピューターのような情報とシステムの組み合わせであったり、複雑系と呼ばれる物理学とシステムの組み合わせの研究もできるようになればいいなと、これらの3つの言葉を組み合わせて物理情報システムという名前にしました。さらに、これらの3つの共通項である物理も情報もシステムを組み合わされた研究が今後は必要ではないかと私自身考えており、研究室に所属してもらった皆さんと一緒にこれから今後考えていきたいと思っております。そして物理情報システムの研究テーマとなりそうな研究事例をこれからいくつか紹介します。例えば、情報処理の代表例である計算及び測定の限界はどこにあるだろうかというようなものは自然な発想だと思います。特に近年、計算に関する限界に関する議論が非常に大きくなっており、ムーアの法則の終焉ということを耳にするかと思われます。そのような限界を決めるのはおそらく物理法則であると思います。量子コンピューターの研究には様々な見方があるかと思いますが、私自身、初期の学生だった頃に、計算の限界は何で決まっているのだろうと漠然と思い、それはきっと量子物理の法則によって動作する計算機に違いないはずだと思って、量子情報科学の勉強をしてきた経緯があります。それらの限界を追求している研究者もいまだにたくさんいます。ですが、それは宇宙のどこかで実現されていれば、この世のどこかで実現されたことになりますので、それらの理論、限界は正しいということになるでしょう。一方、実用的な観点からすれば、地球上で実現可能な情報処理の限界が知りたいと思うはずです。もちろん地球上でできることは宇宙のどこかでできるということとは異なります。それにはエネルギーの制約もあるでしょうし、宇宙船や日常の地殻変動など、日々止められない、我々の力では止められないものもあるでしょう。その中でどの程度のことができるのかという限界を示すことは非常に難しいですが、それを知りたいと思っているはずです。このように関与しているファクターが多くなれば、自然とシステムの観点から研究をせざるを得ません。そのため、このような限界を追求する研究は物理情報システムの研究の一例だと思われます。また違う例を紹介しましょう。この例は私がこれまでに行った研究事例をもとに紹介します。量子計算機が真に実現されているとすれば、今までのデジタル計算機では原理的に実現することができなかった新生乱数と呼ばれる同じインプットを与えているにもかかわらずアウトプットが異なるということが実現されているはずです。これは量子計算機が持っている量子物理の現象の測定というパートが確率現象に基づいているからだという事実に基づいております。私自身の研究では、これまで乱数出力を原理的に
出力できるアルゴリズムから現在の量子計算機の状態を知ることができないだろうかという発想に基づき、量子計算機の安定性の評価という観点を提案しました。これらは量子品質工学と呼ぶべき学問分野に発展していくのだろうと期待している研究でした。さらに、神聖乱数を作り出すという実用的な側面で言えば、皆さんの日々の生活を支えているインターネット空間上でのセキュリティやオンラインゲームといったところでの応用が期待されている一方、量子力学を検証するという物理的な観点からの研究も行うことができます。この量子力学の検証論という分野は、量子力学が本当に正しいだろうかということを疑い続け、研究が続けられてきました。中でも、量子力学の法則に基づく測定において、ある手続きに基づいて計算される確率現象であるということが知られております。これを検証しようとすると、統計的にしか検証できず、これは乱数だと思われる数列が乱数生成器から出てきたものかを検証するという問題と類似しております。また、量子力学では測定結果によって量子状態が変化してしまうということが知られているのですが、これは乱数生成器の観点ですと、その乱数生成器が独立同分布なものであるかということを検証する問題に他なりません。そして、量子力学を構成するには本当に確率現象が必要なのだという疑問はつきません。これは乱数が与えられたとき、何かしら非線形関数でフィッティングさえできれば、次の数の出力を予言できるであろうということにつながります。このようにな、2つの、基礎研究と実用研究にまたがる研究を今なお続けております。これまで物理情報システム研究室の物理情報システムという研究がどのようなものであるかを紹介しましたが、別に今までのことにとらわれずに、皆さんが自由な発想で研究してもらえるように、研究主催者の鹿野は環境を整えていきたいと思っております。もちろん先人たちが培ってきた科学的な知見、技術というものは膨大ですし、それらの研究に敬意を払いつつ、自分自身の好きなことを表現する場として、物理情報システム研究室での研究活動を楽しんでもらえればと思っています。一方、そのような好きな研究をしようと言われても、何も手がつかなくなってしまうような人はいらっしゃるかと思います。そのような人のために、これからこれから学ぶとは何かという問題を少し考えてみたいと思います。学ぶというプロセスはいつどこで始めても良いのではないかと私個人は思っております。何かを勉強しなければならないということがあるのかということに関しては、議論の対象だと思いますが、仮にあったとしても案外少ないはずだと思っていて、きっと学ぼうという姿勢を大切にしてもらいたいなと私自身は考えております。そして科学的真実は科学哲学の議論の中で生じたドゥエン・クワイのテーゼのように変容し得るかもしれませんが、きっと皆さんが解いてくれるのを待っているはずで逃げないはずだと思います。さまざまな段階で勉強することは多いかもしれませんが、すぐに分からなくたって良いのだと思っています。むしろ分からないという感じることの方が重要だと思っていますし、それらを頭の中に残しておく。
または忘れそうになるかとこういうのは思いますので、ノートなどに書き残しておくのが良いかと思っております。それを後に見直したり、思い返したりして、本当にその疑問は分かりたかったのかなと思い返すのが個人的には重要だと。そして、そもそも分かるというものが何であるかということを考え続けることが大切で、このようなプロセスを繰り返していく中に、好きなものが何であるかということがきっと見つかるのだろうと信じています。そして、いざ好きなことが見つかって研究を即座に取り掛かることは良いことだと思いますが、そうすると、良い研究をしてみたくなるのだろうと皆思うはずです。だからこそ少しの時間でも良いので、研究するとは何であるかということを立ち止まって良いので考えてもらいたいと思います。非常にこんなことに先人たちはさまざまなエッセイとか評論においてこのような問題について語ってくれています。さらに言えば、インターネットのおかげで過去の偉人たちの情報にも図書館に行かずともアクセスできるようになりましたので、ぜひこのようなものをお読みになりながら一度考えてもらいたいと思います。そしていざ研究する準備が整いました。これまでこの動画を視聴していただき、もし一緒に研究というゴールのない冒険みたいな活動をやっていこうと思っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、ぜひ筑波大学物理情報システム研究室にお越しください。写真のような研究環境を用意してお待ちしております。これで物理情報システム研究室の研究紹介を終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。